どうも質問です。はい、皆さん。今日はなんか珍しい4人。あれなんかこの4人ってあるか？意外とないね。意外とない。あと4人って結構少なく感じる。そうそう。確かにね。まあだから4人ってことはちょっと今日ね静かな配信になっちゃうと思うけどね。本当にあ、そうか。申し訳ないね。あなたいる時点になるわけないんですよ。そうなんですよ。だってもうサムネからうるさいじゃん。今日はこんな企画をやりたいなと思います。数字で価値観揃えましょう。よいしょー。これがルールだ。まず誰か一人親を決めます。そして全員に夜更かしといえば何時からなどさまざまな価値観を問うお題が出ます。他のメンバーたちは親がじゃあ例えば佐久間が親でしょ。だから他のメンバーたちは佐久間がどんな答えを書くか予想して回答を揃えてくださいと。親に合わせればいいってこと。親その都度変わるんでしょ。親それぞれ変わりますから。オッケーオッケー。で親の価値観に合わせることができたら、正解できたメンバーがポイントゲットになりますので、もう簡単です。なるほどね。分かった。全部理解した。今ので全部だからな。今ので全部だからな。逆に今ので理解してもらわないと難しいんじゃない？自分に行くんだけど当たり前なの。そうなの。さて、1問目おは題はででん。この4人でプライベートで遊びに行く。しかし1人が遅刻。何分までその場で待つ。うわ佐久間ならでしょ。佐久間が待つってこと？でも3人でしょ。そうわー、そっか。俺1人だったらなんとなくあるんだけど、3人で待ってんのも迷うの俺らだから。マジで迷ってるんですよ。そうだ。親が見失っちゃった。じゃあ親以外一斉にオープン。ダダン。ラウルが45分。ヒカルが俺30分。俺3分。そっちね。なるほどね。俺の意見が言っていい？深さんの見解。なんか佐久間は一人だったら俺もうちょっと待ってそうな気がするんだけど、3人でいるってなった時にじゃあその遅刻した人に場所だけ言って移動しようよって言いそうな気がすると思って3分。俺がもし待つとするなら10分ぐらいは待てるかな、俺は。なるほどね。いや俺もねその場でっていうのは迷ったんだけど、カフェとか別に行っちゃいけないしね。でもその場以外に何もなかったら、逆にこんぐらい待つんじゃないかな。まあ確かにね。俺はいくらでも待ちますけどね。あ、そうでしょ。岩本さんはね。いくらでもあれこれ後で岩本さん同じ8やつ年とか待たされる。多分ギュッてしたら多分俺1週間ぐらい俺佐久間のこと待ってる。そうね、今までやってる今まで。俺も多分自分だったらもうすぐ起点聞かせて3分ぐらいでじゃあちょっと分かった分かったってくれるのいいけど、もうここにいるわみたいな。なるほど。はい行くんだけど、佐久間くんだったらなんかこうトーク弾ませるかなってその場。その場で喋ってサッカーの前半戦分は待てるってこと。そう佐久間さん、フリップをオープンお願いします。私が待てるのはこちらです。ダダン20分。じゃあ待とうかって。俺もだすぐ移動したいけど、10分15分ぐらいは絶対待てるなと思った。でそこにじゃあもう5分だけ待とうかって言って20分ぐらいで、じゃあちょっとどっか行こうぜってリアルだね。っていうの。めっちゃリアル。これガチリアルだね。そうだね。ガチリアル。ガチリアル。確かにね。俺たちは佐久間が遅刻した時もうちょっと待ったけどね。じゃあ悪い子じゃん。ということなので一番近かったヒカルか1ポイント。ポイントあげよ今回贈呈しましょう。じゃあドンピシャだったら3ポイントにします。これぐらいがちょうどいい。オッケーオッケーオッケー。3ポイントね。はい、じゃあ次はラウルル。ラウルルール。ボボボボみたいな。言ってねえ。荒木慎次の問題はこちらです。昨日超勉強した何時間。うなわるほどね。ラウルが言う超勉強した。価値観だもん。じゃあまずはラウル以外が一斉にオープンします。せーの。佐久間とヒカルが6時間。そうめっちゃ勉強したわぐらいだったら多分4時間ぐらいかなと俺思ったのよ。超勉強したって言ってん。そんだけ太鼓判押せるぐらいだったら6時間ぐらい。6時間ぐらいなんじゃないかな。佐久間さんどんぐらいで自分だったら1時間以内でギブアップだ。できない。できない。それ以上はできない。できないね。でそのうちの休憩多分20分ぐらい挟んで実質40分ぐらいしてるね。40分ぐらい限度だね。で岩本さんも6時間。俺もこんぐらいかな。お昼の12時から勉強し始めたとしても、夜の6時になるわけでだいしょ。ぶいったな。だったらもう日も沈むわけじゃん。確かに。いや確かにそんぐらいなのかなっていう。
でも岩本さん自分だったらどうなんですか？俺は3時間以上かな。おー、意外と粘れるね。で私は4時間なんですけど、なんかやっぱラウールはまだテストとかあるじゃん、勉強っていうのをしてるから普段から。それとは別に勉強のそうそうそう時間をそうっていうことでしょ。ってなるとあー4時間ぐらいなんじゃないかなっていう予学想。校じゃないやつだもんね。そう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 。確かに確かにでまあ俺はもうまあ5分も持たないですからね。確フッカだって2分半ぐらいで超勉強したでしょ。この中にはい。うわ正解者がいます。マジ？来たわこれ。 2分の1やん。どっか正解。いやこれ分かってる。いやびっくりだ。俺さうん。最初こうやって書いてたんだよね。おおおお。なんかね中学の時はこんぐらい6やってたの時間ぐらいしてた。中学の時はい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 。だから今ちょ今3年前に呼ばれてたらこれだったら。なるほどね。うん。フッカさん3ポイント。いやそうだよ。すごいね。嬉しいな。なんか当ててもらえるの。なんだよそれ。すげえよ。それではお題を発表どうぞ。ここにいるメンバーに夕飯をご馳走する全部でいくらもらえます。これ遊びに行きそうだな。あーこれはね、遊びに行かないでねマジで。ここでこいつが高い値段出してちょっと俺人来るみたいなやつやるかもしれない。いや逆こいつ自分のポイントを上げようとしてる可能性はある。に逆に俺ケチだからみたいなキャラ付けも。うわーある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 あじゃあ3人が先にオープン。せーの。る。ね。結構行ってない？いやそうだから俺は嫌だ。割れたねだいぶ。割れた割れた。じゃあまず岩本さん3万円。2桁はいかないなって思ったの。はあ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 。俺の中でね、なんかそのイメージうん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 。出すってなるから、だからまあ行って5ほうほうほう。なんじゃないかな。おうおうおういやまあでも3ぐらいがリアルなのかなっていう感じ。そして次はラウール8万円。 8万だね。これはもう最近の出来事お言ったら佐久間くんの主演映画「ゆえん」はい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 。みんなで見ようってなった時にうんこの人ホテルのスイートルームそう。じゃあ俺らが名古屋にいるスイートルームっていうあれあれスイートルーム。ついてる。をわざわざ撮ってそっていうあの優しさ男気違うわかるを見てこの人は多分マジでいくらでも出せるなってその常識の範囲内だったらでもそっからラウールが3人いたらもう20ぐらい多分言ってるでもう。そう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 なの。そうなの。同年代でしょ。そうですね。ほぼやっぱり同年代ね。って考えたらちょっとこれぐらいに落ち着くおー確かに。あーでもすごい。ガチ予想。考えはめちゃめちゃいい。そうだよね。ラウール1、ラウール2、ラウール3がいたらあもうこんな感じでいい。そうだろうな。その状況カオスだけどラウールが3人いるんですよ。笑い声だけでガラス割れまくる。で佐久間さんは？俺じゃあ15万ぐらい。うん。なんかだからそのさっき言ったそのスイートルーム取ってくれた話とか、あとラウールがいるっていうのがでかいと思う。だからラウール確かにいるからラウールがいなくて俺と佐久間とフッカだけでだやったらもう全マジ多分然これぐらいになるねそんな可能性ある。そう。てかマジ俺らに払わせると思う。下手したね。そう。おいおいおい。そうじゃあ塚澤さんがオープンしましょうか。このぐらい出します。はい。 10万。やっぱりね。ラウールが一番近かったですね。10か。いったいやね。でもやっぱ2桁なんだね。そうね。なんか区切りよくはいきたいいやな。だと思っただと思った。なんか半端な額が出すんだったらもうちゃんと綺麗にいっちゃいたいいっちゃいたいなっていう。まあそうだよね。そう。まあでもラウールが一番近かったんでラウールが俺1ポイント1ポイントということで。お題はこちらです。今朝は早起きしたな、何時起き。あ光るのでしょ。これはぐらいだろう。岩本さん以外がオープンですね。いきますよ。せーの。ででん5時。おーほら5時。ちょっと待ってちょっと待って。 3時は寝てないよ。ちょっと待ってねあいい。よ俺優勝ないじゃん。いいやわかんない。やいや絶対ないいよ。やおいこっちは勝っちゃうパターンもあるってことでしょ。いやだってでも俺の優勝はないってことだよね。時差ある。ない同じ東京。東京じゃない。東京じゃないよ。たまに朝の情報番組に出させてもらうときない。俺はあるよね。もうだ待って答え言うまでにないって言っちゃったじゃん。これはないよ。俺はちょっと変えていい？いいよいいよいいよ。かぶってるし。オッケーオッケーオッケー。じゃあラウール変えていいよ。じゃん。これぐらいかな。なるほどね。7時。 7時。だから佐久間さんのはもうないとして、じゃあ次は俺が5時だね。うん5時いやなんか
岩本さんそれこそ地方行ったりして今はなかなかできないけど結構外出するのは好きなんですよ。どっか例えば神社に行くとかそういうなんかイベントは好きでその時はめちゃめちゃ早く起きれるのよ。だからなんか朝は強いトレーニングとかするからしたりするからその時は大体5時ぐらいじゃなかったっけなっていう記憶をファッと思い出して俺は5時にしました。辿って5時。でラウルは7時。まあ要は仕事でさそれこそ3時とか5時とかはいはいもちろん結構あるじゃん。ありますあります。でもあれは起きたなじゃなくてもうアラームとかに起こされたなまあっていうイ確かにメージなんだ感覚としてはね。もうだって朝なるほどねこんなで来るから確かに確かに。そう。だってあれだよ。そんなことねえからあそうだよね。向かいの車とかでずっとこう。そうでしょ。俺別にいいだろ向かいの車ならいいですでもプライベートの岩本くんで考えたら、うん。 7時に起きたら俺早起きだなって多分なるなああなるほどね。結構考なんかイえてるね。メージはなんか10時ぐらいに起きてるイメージ。あ確かに俺もそのイメージはある。あ、遅いよパターンね。ううんん。それでは岩本さんオープンお願いします。 6時45分でもラルなんかさちょっと違うんだって個性出しちゃってそうそうそう。多分いやお前らに俺は理解できないぜみたいなのを。それはないようんそれはないけどお前は理解できるそれはないけどお前は理解できるなんか6時半より前に起きたらもう一回絶対寝ると思うあでも7時は多分絶対起きるけどうそのここら辺あはいがにもう二度寝もできねえしまあちょっと早く起きたなっていうラインなんだよ俺のラインはなるほどね。でもさちょっとだからちょっとバラエティーとしてさ、俺は間違いないよ。俺も同じ気持ち。なんかちょっともうちょいなんかそしたらじゃあじゃあさ佐久間親でもう一回いいね親でこちらです。来い。回転寿司食べたもう限界何皿。うわー。じゃあ一皿に2貫ずつの。いやそのねパターンよ。はい書いてますか。あ、俺も書くのか。いやまたさっきと同じことしてる。佐久間以外がオープンせーのバン。おお割れた。あ佐久間くん俺そんなになんか大食いのイメージがないんだよ。まあ確かにね。多分普通さ平均これぐらいだと思うのこのアンケート取ったら。いやでも俺はだからこれにしたの。30はいかないと思ったの。はいはいはい。いかないと思う。だからその間のどっかなんだよなと思いながら俺はこれです。で岩本さん。いや20は行くんじゃないかなはいはいはい。なるほどね。はいはいはい。まあさすでがにね。うわもうマジ限界なんかその26皿とかってなったらさ変えたくなってきた。なんかめっちゃ微妙じゃん確かに。ここまで来たならみたいなうんなんかそこで熱入ってじゃあもうあと2貫食べたら30だったらちょっと休憩してでも30にしちゃううわ30かもな。なんでかというと多分本当は20ぐらいのリアルは。でも今これで書いてるわけじゃん。もう気合だけで書くから。そうだな。佐久間な気持ちがじゃあどう本当に多分どういう本当に食べてくださいって言われたらこれぐらいしか食べれない。じゃあ果たして佐久間さん。頼むよ。さっきの答えははいこちらです。でね。16皿。ねなんかちょっとさ何16って。いや俺がん回転寿司って大体お腹いっぱいになるのが大体12皿なの。ほう。大体それぐらいでまあ満足感ある。刻んでんねでそこに限界って言ったらまあでもプラスであと4皿。嘘マジ小4とかの記録だと思全然食えると思う。こんなもんじゃない。多分食べれるう。よいや多分余裕でいける。絶対食べれるマジ？だってさすがにもう限界で女の子だよ多分これこんぐらいじゃない？時間軸おかしいな俺早起きで3時なんて言わないずっとおかしいよね。自分の時は16歳で。サムネは佐久間の16何の16だろう。 16これいいね。まあでもはい楽しかったんで。楽しかった。バイバイありがとう。いやゆるっ。